久保田テニス教室の久保田です。フォアハンドのスイングについて、お話しします。フォアハンドの、振り方なんですけれども、バックスイング完了してこの位置から全力で振ろうとする人がいるんですけれども、それをしないようにしてください。このバックスイング完了した右腕のポジションというのはあまり強い力が出せるところではないです。なのでここから目いっぱいやろうとしても、そもそもあまり力が出ないというのと、何をやってるか分かりにくい。ここに対して腕がこの辺に対してこの辺にあるというのはすごく何やってるか分かりにくいところです。例えばここで名前を書くのとここで名前を書くのってすごく違和感がありますよね。こっちに対してこっち側で書くのっていうのは。でその場合ちょっと苦しいところであるんですよね。でその苦しいとこからスタートしてちょっと使い勝手が悪いとこからスタートしてそんないい結果が出るかというとそうではないんですよね。なのでこの使い勝手が悪くてあまり何やってるか分かんないでしかもそんな力が出ないっていうところは丁寧にというかこの状態から一回腕を下ろして休むようにしてください。でどういう感じかというのをこのカートを使って説明します。例えば、このカートバックスイング終わってこの辺ここからこの腕からスタートしたとしてここからこの辺りっていうのはそんなに力が出ないんですよね。頑張ろうと思ってもそんなに速くならない。であんまり速くならないんだったらここは丁寧にやっておいてここから力が入りそうなとこから思いっきりスッと引いてくれればあとは流れがスムーズにいくと思います。ここからグッと頑張るのではなくちょっとまあまあにしておいて速く。わかります？ここは丁寧にで速く。これをこの位置からグッとやらないように。でこれ結構体には負荷がかかって体回転しないとできないし左足は踏ん張らないといけないし、っていう大きな動作の後に出てくることになるんですよね。でそれが、自分が振ってるつもりなのになかなかラケットが出てこないという自分の主観と客観のズレになってくると思うのでそれがミスヒットさせたり振り遅れさせたりすることになると思います。自分はもうこっちに限界まで行ってるのにまだラケット全然この辺にあるとかね、そういうことにならないようにまず手がはっきりと何をやってるか分かるポジションこの辺りですね。どういうふうに動いてるのかどこに動こうとしてるのかどこに動かしたくてパッと出るのかそれがはっきりするところまでゆっくり運ぶ。ここまで来たらスッと速く振るという使い方が腕の、本来の動きというか、この作りに合った力の出し方だと私は思っています。フォアハンドでいくとラケットを引いてこの辺りは丁寧にでここからは速くゆっくり速くゆっくりで速くゆっくりで速く丁寧に合わせてそこから打ってください。この位置からスタート切らないようにね。結構これやっぱり初級の方とかで多いですよね。後ろの方から思いっきりスタートしてで体引っ張って踏ん張って肩上げて持ってくるっていうのは多いですよね。あれでやっぱり頑張ってる感触に騙されないようにしてくださいね。実際上手い人はあんな頑張りはないはずなんですよね。この辺はもっと澄ました感じにしておいてそれから打つと思います。ゆっくり振ると見せかけてパッと速いっていう方がいいですよね。丁寧にで速く。でこの力の出し方がイメージできない人っていうのはやっぱりいると思います。でその辺はそれなりの理由があるんでまた動画をどんどん上げていこうと思うんですけども、この動画で言いたいことは多少変な振り方してもこの辺りを大回りして二度引きしたとしてもゆっくりやって速くすればだいぶ腕の負担は軽くなるし球もよく見えるようになってくると思います。だいたい二度引きするでこの辺から頑張り出すんですけどね。ではなくてこの辺さらっとしておいてここからスッと力を入れるような、動きになれば
球が見やすくなると思います。だから間違ったスイングにしても、腕のポジションですね、力の入れ具合、この辺ではやらない、グッと力を入れないようにしてくださいね。これ怪我が多いですからね。間違ってもこの辺りはさらっと丁寧にというか力を入れずに回す人もいると思うんですけども、回す人は回しながらこの辺は頑張らずに、で体の前まで来たら、右足の辺りまで来たらそっとスピードアップするっていう方がいいですね。回す人もここまで行ったらスピードアップっていう風にするといいと思います。でと言ってもそれはできないと思いますけどね。なぜなら回す人っていうのは回すタイミングでラケットを引くからです。どういうことかというと、バウンドした後回して打ちたがる人ですよね。だからバックスイングが遅いってことはもう致命的になります。早く引いとけばいろんなことができるんですよね。たとえこうスイングが悪くて回す人、後ろに行く人がいるとしても、早めにやっとけばこれ調整はできると思うんですよね。このバウンドして引いて打つっていう癖がついている人からすると、これがものすごく違和感があると思います。早く引くのは気持ち悪いと思います。こうで間に合わなくてとかじゃなくて、わざと合わせるっていうことなので、だいぶこう動画などを撮って自分がどのタイミングでラケットを引くかっていうのをチェックしないとなかなか自分では気づかないと思います。で、やはり理想はボールが落ちる前に引いて、でこの自分の早く引いてこの分の時間を作って、それから打つ方がいいですよね。目安はいつもバウンドの前にバックスイング終わり、バウンドの前に終わって合わせて打つ、引く、休む、打つ、引く、ちょっと合わせるで打つっていうのがいいと思います。ちょっと力の入れ具合、抜き具合のところで、今回は説明しました。また動画をどんどん上げていくので、まだこれじゃできないんだけどという人もいろんな間違いやすい動きとかも、私は知ってるので、それをどんどん上げて、ちょっと勘違いないようにですね、皆さんの動きが変わればと思います。もっと詳しくどんどん先の知りたいという方はブログの方やってますので、ブログの方をチェックしてください。3割3割のスイング、または胸で打つとかって検索するといろいろバーッと出てくると思います。できるだけ記事の最初の方から古いものから読んでいくと理解が深まると思います。今回は以上です。